おはようございます。今回の動画は2025年の7月下旬に北アルプスを縦走した時の記録です。新宿からの夜行バスが安曇野穂高のバス停に到着しました。歩いてすぐの場所にある JR 穂高駅に向かってます。ここから中房温泉行きのバスに乗ります。この時は3連休だったので登山者の数がとても多くて臨時便をたくさん出してくれてました。終点の中房温泉まで移動します。登山が好きな方の中にはご存知の方もいらっしゃると思いますが、2025年4月にこのバスが走る中房線で路肩の崩落がありました。で、その影響でちょっとイレギュラーというか、この時は途中でバスを降りて10分ほど歩いてまた別のバスに乗り換える必要がありました。ただもう乗り換えは必要なくなったそうです。この動画を編集しているのが8月9日なんですけど、なので、昨日ですね、8月8日から中房線は全面開通でバスも通常運行に戻ったそうです。ありがとうございます。通常運行だと穂高駅からのバスが終点の中房温泉まで一気に走ってくれます。所要時間は1時間くらいです。登山口でおにぎりを食べてお手洗いを済ませて出発します。今日はまず中房温泉から円山荘を目指して登っていきます。私が今歩いている合戦尾根は北アルプス三大急登の一つで、ずっと登りが続くのでしんどいです。中房温泉から円山荘までの標高差は1300メートルあって、入山直後からすぐに登りが始まるので容赦なく体力を奪われます。とはいえ難易度は全然高くないので、体力さえあれば登山歴が短い方でも問題なく登れるんじゃないかなという印象です。登山口から合戦小屋までの間に第1ベンチ、第2ベンチ、第3ベンチ、富士見ベンチが設置されています。休憩スポットにもなるし、自分の現在地やペースを把握するのにも役立ちます。前半は樹林帯が続くので景色がなくて個人的にはテンションが全く上がりませんが、日差しが強いこの時期は日陰のおかげで快適に登れるというメリットがあります。夏の登山はとにかく暑さとの戦いになるので、熱中症対策は万全にしておく必要があります。私は合戦尾根を歩くのは3回目なので、ここはサクッと巻き気味で登りたいと思います。さて、今回のルートの詳細なんですが、3泊4日山小屋泊で東鎌尾根と西鎌尾根を両方歩こうと思ってます。いわゆる表銀座を歩いた後、裏銀座の一部を歩いて下山します。燕岳から長ヶ岳へのパノラマ銀座と、烏帽子岳からすごろく岳までの裏銀座の一部はすでに歩いたことがあるので、今まで自分が歩いたことのないルートをつなげた形になります。初日の今日は表銀座の前半戦、中房温泉からスタートして円山荘を経由して大天荘で一泊します。2日目は表銀座の後半戦、東鎌尾根を通ってヒュッて大槍でお世話になります。3日目は槍ヶ岳山荘を経由して西鎌尾根を通って鏡平山荘まで歩きます。4日目の最終日は新穂高温泉に下山します。合戦小屋の名物であるスイカは前に食べたことがあるので、今回はスキップしてこのまま円山荘を目指して登っていきます。初
初日の朝なんでね、あんまり休憩しなくてもまだまだ元気です。今回は夜行バスで結構寝れたのが大きいなと思います。合戦小屋を越えてしばらく歩くと森林限界を抜けます。槍ヶ岳をはじめとする北アルプスの稜線が見えてきて、一気にアドレナリンが出ます。円山荘も見えてきました。でもね、私はもう3回目なんで知ってるんですよ。円山荘はね、見えてからが結構長いんです。なので焦らずね、周りの景色を楽しみながら一歩一歩ゆっくり登っていきます。夏山シーズン前に中房線が通行止めになったと聞いたときは、もうこの重曹は来年以降に持ち越しだなと思ってたんですが、関係者の方々のご尽力のおかげでこうやって予定通り山に登れて本当にありがたいなと思います。円山荘の手前に分岐があって、左に進むと円山荘、右に進むと燕岳の山頂です。中房温泉の登山口から3時間、円山荘に到着しました。ここに来ると初めて円山荘に宿泊した翌日にとっても綺麗な朝日を見たことを思い出します。燕岳はいつ見ても本当に綺麗な山だなと思いますが、今回はここがゴールじゃないので山頂はカットして体力を温存しておきます。ランチ営業が始まる10時半まで小屋の前でのんびりしたいと思います。前回食べてめちゃくちゃ美味しかったカツカレーが忘れられなくて、今回も注文しました。このカツカレーが合戦尾根を登る活力になっているので、ぜひぜひ今後もランチメニューに入れておいてほしいなと願ってます。円山荘で休憩している間に夏らしい雲がもくもく湧いてきました。そろそろ大天荘を目指して歩き始めます。コマ草や岩爪草などの高山植物を楽しめるのも夏山の良さです。ここから大天荘までのルートは3年前パノラマ銀座を縦走した時にも歩いてます。私が本格的に登山を始めてから最初の夏に歩いたルートです。部分的に細い尾根やザレ場がありますが、難易度は決して高くないと思います。歩き始めてすぐ思い出したんですが、このルートの問題点は景色が良すぎてなかなか前に進めないことです。前方には槍がかっこよくそびえ立っていて、振り返ると燕岳が綺麗に見えます。
そしてその間にある裏銀座の稜線にも見入ってしまって、つい写真や動画を撮るために何度も立ち止まってしまいます。しかも前回は登山を始めてすぐだったので、裏銀も槍もまだ行ったことがなくて、へえ、かっこよーくらいの浅い感想だったのが、今回は解像度が高くなっていて、あの稜線歩いたなとか、あれ何岳かなとか、思考も忙しかったです。今日のゴールである大転送も比較的早い段階で見えてきます。円山荘までの合戦尾根と比べると、ここはもうね、天国みたいなルートです。比較的穏やかな尾根道が続いて、これぞ縦走の醍醐味という感じの壮大な景色が広がっていて、稜線好きな方にはめちゃくちゃおすすめです。途中にある大下りの頭からの景色はこんな感じです。槍ヶ岳が少しずつ近づいていて、表銀座にいることを実感します。大下りの頭の後は少し下ります。ずるっと滑らないように気をつけて進みます。安曇野側から上がってきた夏雲が今にもお天正岳の山頂を飲み込みそうですが、ここまで距離があると焦る気持ちも湧かないので、もう好きにしてって感じで結構落ち着いて歩いてます。明日の朝の天気予報がいいんでね、この後到着した時にガスってたとしても、明朝いい景色が見れるでしょうって思ってます。よかったらどうぞ。ちょっとゆっくりなんで、すいません。もう全然もうね、バテてきてる。もうちょっと。左前方からのガスの襲撃がすごいなぁと思いつつ、夏山らしいダイナミックな景色に感動しつつ歩いてます。難所というほど難しくないんですが、ここではしごを降ります。しっかりした鎖がついていて、はしごも安定感があるので、正直全然怖くありません。大転送手前に分岐があるんですが、前回私は誤ってこれをまっすぐ行ってしまって、しばらく経ってから慌てて引き返すということがありました。大転送とか常念岳の方面に行く方は左が正解です。で、さっきね、円山荘から大転送までは天国みたいなルートと表現したんですけど、こっからは例外ゾーンです。
この分岐から大転送までは最後ね、標高がぐっと上がるし、これまでの蓄積した疲れもあるしで、もうね、めちゃくちゃしんどいです。もうその辺ではないよ。あ、嘘。もうその辺ではない。わかりました。はい。あ、二踏ん張り。わかりました。ありがとうございます。最後に一踏ん張り二踏ん張りしたら、やっと大転送に到着です。円山荘からは3時間かかったんですが、これはほぼコースタイム通りです。最後の登りで私はもうヘロヘロです。今ね、ちょうどガスガスしてるので、山頂に行く前に大転送にチェックインします。案内していただいたお部屋は3人部屋で、ロールカーテンで個々の空間を仕切ってくれていました。お布団敷いた後でもザックを置くスペースがあって、荷物整理などしやすかったです。大転送にお世話になるのは2回目なんですが、前回はこっちのタイプのお部屋でした。飲み水は無料でいただけました。ちなみに今日はですね、円山荘までに1リットル、大転送までにさらに1リットルの水を飲みました。大転送からわずか10分弱で登れるお天正岳の山頂に行きます。途中、ライチョウの親子がいました。この時期のヒナはまだまだ小さくて、よちよち歩きが本当に可愛いです。さっき巨大なガスが上がってきてたので、山頂からの景色は明日にお預けかなと思ってたんですが、やりほの稜線が綺麗に見えてラッキーでした。2日目に歩く東釜尾根を見て、あ、これねこれねとイメトレしてます。お待ちかねの夕食タイムです。サバの味噌煮かハンバーグかを選べて、私はハンバーグにしました。副菜も含めて美味しすぎました。ランプの灯る空間でチーズケーキまでいただいて、最高に幸せな山小屋時間を過ごしました。おはようございます。2日目の朝です。朝3時半くらいに外に出てみたら、まだ星が残ってました。
すでにテントを畳んでいる人、お弁当を食べている人がたくさんいますが、私はヘッデンが必要ないくらい明るくなってから歩くタイプなので、まだ出発しません。夜中お手洗いに起きるついでに星空を見に外に出るのが習慣なんですが、この日は途中で目が覚めることがなかったので、初日結構体力を消耗したんだなと思いました。小屋の目の前がすでに絶景ですが、せっかくなのでお天正岳を少し登って日の出を待ちたいと思います。山頂はね、どうしても人が多いので、今回は山頂と小屋の真ん中くらいのスポットで待機してみます。東の空から太陽が昇りました。ヤリホノモルゲンは何回見ても素晴らしいなと思います。朝食は5時と5時45分の2択だったんですが、今日は午後から雷雨の可能性があるということでね、早い方でお願いしました。美味しい朝食にパワーをもらって、今日はいよいよ東鴨尾根を歩きます。ここからは完全に初めてのルートなので、ドキドキ楽しみです。次の動画に続きます。